ベルベル人の青木です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。よろしくお願いします。サイズ金額状態等のお問い合わせもベルベル人ウェブストアの方によろしくお願いします。これからご紹介する商品は3月8日、夜21時にアップされる商品です。詳しいことは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは早速始めさせていただきます。まずはじめに T シャツですね。こちら、タグではなく、スタンプの方で、US アーミーの、白のね無地の、デッドストックの T シャツになります。で76年会計のミディアム表記ですね。少しこうピンホールっぽい穴はありますが、デッドストックなので、生地の状態はしっかりしてます。ところどころデッドストック特有のこういうシミとか、汚れはありますが、ブリーチとかしていただければ全然取れるかなと思います。こちらミディアム表記ですが、結構着丈が長めですね。長めなのでこうインしてインナーとかにして着ていただいたらなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きまして、こちらは、タグがこちらになります。サイズ表記は、ワンサイズフィッツオールなんでフリーサイズですね。でプリントの方がちょっとゴッホっぽいタッチのひまわりですね。袖はダブルになります。でバックは無地ですね。これフリーサイズですが、結構着丈短めの身幅かなり大きめなので、このボックスシルエットかなりいいと思います。僕が着てみたら結構ね緩い感じで着れるかなと思います。着丈は多分いい感じです。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続きまして、ヘインズの2枚タグですね。L 表記です。首元に少しダメージはありますが、このねプリントかなりアウトですね。トレフォイルをこうマリファナっぽくしてる感じでカンナビス、ラバープリントで少しこうひび割れた雰囲気もいいですね。でバックは無地ですね。でヘインズの L 表記なので、僕がいつも着ているサイズですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続きまして、タグが青アンビルの、サイズ表記 XL 表記ですね。でこちら、エルム街の悪夢の、プリントの T シャツです。ちょっとねそんなっぽくないですけど、しっかりコピーライトも入ってます。年代は浅めですね。2010年のコピーライト入ってます。でバックプリントは無地ですね。ここら辺のホラー系結構好きな方多いので、お求めやすいかなと思ってます。こちらの、XL 表記なので僕はかなりゆったり着れるサイズ感です。でこちらの方で7800円に消費税です。続きましてこちら、タグがこちらになります。でこちらユニバーサル・スタジオのね、しっかりタグついていて、コピーライト97年ですね。でこちらフランケンのこの切手のねモチーフみたいな感じのプリントで、うちのアンドベルベル人の方に、デッドストックのものがあって、こう箱で入っていて4種類ぐらい、フランケンの他に狼男とかがいるタイプがあるので、集めてみてもねいいのかなと思います。少しこのプリントの横にダメージはありますが、まだまだね全然着れる状態かなと思います。バックは無地ですね。でサイズ表記があればおそらく ML ぐらいかなと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続きまして、タグがねこちらになります。80のフルーツオブザルームですね。サイズ表記が L 表記です。でこちらプリントローリングストーンズですね。シンプルなプリントですけども、存在感あってかっこいいかなと思います。このボディのねフェードしてちょっと焼けた雰囲気もねかっこいいかなと思います。バックは、無地ですね。もうザ・シンプルです。フルーツの L なので、こちらも僕がねいつも着ているサイズ感ですね。ちょうどよく着れるサイズ感です。少しゆったりめですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続きまして半袖スウェットですね。タグがこちらになります。シアーズのタグついていて XL 表記ですね。でこちらでバドワイザーの、プリントですね。染み込みです。でバックは無地ですね。リンガータイプになっていてかなり可愛いですね。 XL 表記なので XL 表記ですが、L ぐらいな実質になってます。こちらの方でお値段7800円に消費税です。
続きましてヴィンテージのスウェットですね。ヘインズの、ヘインズタグの L 表記ですね。 100% コットンです。で、もう深緑にプレーンですね。バックもプレーンです。特にボディの方にダメージとかも見られなくて、まだね生地の状態はいいのかなと思います。こちら L 表記ですが、 L 表記なのでもう僕が、少しねゆったり着れるかなりいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続きましてこちらの方はタグが少し欠損していますが、サーモンピンクボディに、黒のね可愛いプリント入ってます。でバックはこんな感じですね。こちらもボディの状態かなりいいですね。でサイズ表記があれば XL ぐらいあるのかなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続きまして、こちらもねちょっとタグの方は欠損していますが、こちらプリントブルドッグですね。赤ボディに青のラバープリントです。でバックは無地ですね。少しね後ろにうっすらとこうシミはありますが、そこまでね目立たないかなと思います。でサイズ表記があればおそらく M ぐらいかなと思います。僕だとちょっとピタッとするサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続きましてかなり雰囲気いいですね。こちらもちょっとタグは欠損していますが、ネイビーボディですかねにが少しこうフェードして、雰囲気抜群のラバープリント自体もかなりかっこいいですね。バックを、無地ですね。無地ですがこうちょっとねフェードしてる雰囲気もバックもかっこいいですね。でサイズ表記があればこちらはもう XL ぐらいかなと思います。こちらも僕が全然余裕で着れるサイズ感です。こちらの方でお値段7800円に消費税ですね。続きましてこちら、80s のチャンピオンの、トリコットタグの5050ボディですね。でオレンジボディに、フロッキーのプリントです。イリノイですね。でボディの状態でいうと、少しね、ユーズドですがまだまだ全然着れる状態かなと思います。こちら、サイズ表記がラージ表記なので僕が、ちょうどよくね着れるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続きまして、90s のねチャンピオンのハーフジップパーカーですね。タグが青タグのラージ表記です。で紫ベースに、胸にスクリプトの刺繍ですね。でフードの色はフードの中身の色が変わってます。でバックはこんな感じですね。発色もいいですしこれからの時期もねかなり使いやすいかなと思います。サイズラージ表記なのでこちらも僕がねちょうどよく着れるかなりいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段9800円に消費税ですね。でも先ほどの色違いでこちらもタグは、こちらのタグつきますね。こちらダブルエクストララージです。でこちらも紫ボディですがさっきよりちょっと濃いめの紫ですね。同じスクリプトロゴで、中もね少しちょっと濃いめな、ブルーです。でバックは、こんな感じで無地ですね。で先ほどよりちょっとサイズ感大きいので僕だとかなりダボっとします。でこのサイズで着てもね可愛いかなと思います。こちらの方でお値段9800円に消費税ですね。続きましてセーターですね。こちらタグが、80のねミッキーのタグつきます。サイズ表記が L 表記で 100% アクリルですね。で赤ボディにフロントにデカデカと可愛いミッキーいて袖が赤黒のボーダーですね。でバックは、何も入ってないタイプですね。でサイズ表記が L 表記なので、僕がね少しこうゆったり着れるかなりいいサイズ感かなと思います。これから春の時期もこれ1枚とかでね使えるかなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続きましてこちらは、ローレンのタグですね。サイズ表記 S 表記で、50ラマの50ウールですね。でフルジップのタイプになっていて
柄がねかなり可愛いかなと思います。バッグは、こんな感じですね。サイズ表記が S なので、僕が着るとさすがに小さいですね。結構かなりピタピタになるサイズ感です。ローレンなので女性の方とかにね着ていただけたらなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きましてペンドルトンのウールシャツですね。タグがこちらになります。サイズ表記は M 表記ですね。でベージュとブラウンと、ネイビー赤の、配色になってます。こちらボックスじゃなくてラウンドのタイプですね。でバッグはこんな感じですね。 M 表記ですが、サイズは少しね大きめな作りになっていて、結構 LXL ぐらいあるかなっていうサイズ感です。状態もね特にダメージとかはなくて綺麗です。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きましてラングラーですね。タグがこちらのタグになります。でサイズ表記15ハーフですね。シャンブレーのウエスタンです。ボタンの方が、こちら使ってますね。スナップですね。でバッグはこんな感じです。本当ダメージとかもなくて生地もしっかりまだしていて状態はかなりいいと思います。サイズ表記が15ハーフなので僕がちょうどよく着れるねかなりいいサイズ感かなと思います。ここら辺は春先に着ていただけたらなと思います。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。続きましてアーミーシャツですね。サイズ表記が15ハーフになります。でこちら、ワッペンが、どこにもついてないタイプで意外とね探すと見つからないかもしれないですね。であとですね肩のこのステッチが、シングルのものがあるんですけれどもダブルの方がかっこいいかなと思います。でサイズ表記が15ハーフなので、僕がねこちらもちょうどよく着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。続きまして、40年代のねデッキパンツですね。でジップの方が、オーギータロンですね。でこの字ジップです。でタグの方も見ていただければ分かるんですけれどもかなりね状態いいですね。中のアルパカも剥がれとかなくてかなりしっかりしてます。サイズ表記はミディアムです。でこちらミディアム表記ですが、実寸の方で、41ニックですね。結構大きめな作りですね。僕がダボっと着る感じのサイズ感になると思います。あとはちょっと後ろの方ですね。お尻周りとかに焼けがあったりはしますが生地自体はねかなり状態いいんでまだまだ着れると思います。こちらの方で、お値段15800円に消費税です。続きまして、ヘラクレ30からね40年代ぐらいのヘラクレスのオーバーオールですね。縦落ちが綺麗に入ってます。でタグはねこちらになります。少しね膝の方とかにダメージはありますが、ここら辺もねかなりいい雰囲気なんじゃないかなと思います。後ろはこんな感じですね。なんといってもサイズですよね。かなりでかいです。実寸の方で、ウエスト48のレングス33ですね。僕が合わせてもかなりでかいです。でロールアップしていただいてかなりブカブカでね着たりするのもねいいんじゃないかなと思います。それとあとはねサイズの大きい方とかにもね履いていただけるサイズかなと思います。こちらの方でお値段39800円に消費税です。ここからは私野原が商品紹介していきます。まずこちらリバースウィーブの紹介です。タグの方が刺繍タグの XL の表記になってます。ちょっとタグ切れちゃってるんですがすいません。でこちらネイビーボディの目付きのタイプですね。で無地なんですが、リブがちょっと微妙になんですけどややツートーンになってます。この辺とか見ていただけると分かりやすいですかね。でこちらも程度としては特に問題なく綺麗な状態です。でサイズ表記が XL の表記なので、僕がね気持ち大きめに着れていいサイズ感だと思います。この辺に僕の身長とか体重とか出てると思うんでそこを参考にしていただければなと思います。こちらの方のお値段が12800円に消費税になってます。
続いてこちらもタグが刺繍タグ、サイズ表記は L 表記ですね。でグレーボディにラバープリントで2段入ってます。ピンピンのラバーですね。でこちらも程度はざっくり問題ないですね。綺麗な状態です。でこちらは L 表記なので、僕が私物タグで着るようなサイズ感になってます。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になってます。続いてこちらもリバースイープ、こちらタグはトリコのタグですね。サイズ表記は XL 表記です。でこちらもグレーボディにラバープリント3段で入ってて、いい感じにひび割れてますよね。雰囲気いいです。でこちらも特に、ひどいダメージ汚れとかも一切なくいい状態だと思います。でこちらトリコの XL で、僕が気持ち大きめに着れていいサイズ感ですかね。こちらもお値段 12,800 円に消費税になってます。続いてこちらもトリコタグ、サイズ表記こちら M 表記ですね。でケアタグがついてる方です。で白ボディにこちらめちゃめちゃ程度いいですね。でラバープリントのしかも白ラバー、白ボディに白ラバーって結構珍しいと思います。その黒で縁取られてはいるんですけど本当珍しいですね。でこちら裏面も特に綺麗な状態です。でサイズ表記が M 表記ですが、そこまで程度がいいっていうのがあって気持ち大きめですかね。普通の M 表記よりは大きめだと思います。僕でも全然着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方もお値段 12,800 円に消費税になります。続いてこちらもリバースイーブですね。タグはトリコタグの XL 表記です。気持ちなんですけど首周り少し擦れてます。でグレーボディにこちらミシガン染み込みのプリントになってます。いいですね。でこちらもひどいダメージは特にないんですが、ところどころ本当細かいほつれとかその擦れっていうのは多少あります。サイズ表記 XL で、こちら僕が大きめに着れるサイズ感ですね。こちらの方もお値段 12,800 円に消費税になります。続いてパタゴニアのスーパープルマになりますね。タグの方がこちらについていてサイズ表記 M 表記ですね。でこちら青系の色味に、こちら胸にもピス入ってます。生地がねそのスーパープルマの特徴としてその格子状の生地になってますね。で特にひどいダメージっていうのはないんですが、外見はすごい綺麗な状態ですね。ただ中の方なんですけど、このシームのちょっとした剥がれとか少し劣化が始まってるところがっていうのは見受けられます。でサイズ表記 M 表記で、僕私物で持ってたこともあるんですけど、気持ち大きめに着れていいサイズ感です。こちらの方でお値段が 7,800 円に消費税になります。続いてラルフローレンのスイングトップですね。タグはこちら三角タグの方になってます。サイズ表記はこちら L 表記ですね。でボディの色は白に胸にワンポイントポニー入ってます。でアメリカの洗濯とかブリーチちゃんとしっかりやってるんですが、1点ですね、こちらの方に軽くシミが残ってるっていう状態になります。ただそんな目立ったところは特に見られないかなと思います。でサイズ表記 L 表記で、僕がちょっとゆったりするぐらいのサイズ感になっていいかなと思います。こちらの方もお値段 7,800 円に消費税になります。続いてコーチバッグの紹介ですね。こちらはブラウンのレザーの色味になってます。で全体的に少し擦れがところどころあるっていう状態になってますね。で中のこちらの方ですね、こちらの方にコーチの印字が入ってます。中の状態とかすごい綺麗な状態です。こちらで僕が持ったとして、これぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が 7,800 円に消費税になります。もう1点コーチバッグの紹介です。こちら色がネイビーになってますね。コーチバッグの中では割と珍しい方だと思います。でこちらに関しては多少はあるんですが、先ほどのものよりはその擦れの程度具合はいいかなと思います。でこちらも中の方にコーチの印字がこちら入ってます。でこちらもね中の状態綺麗でいいと思います。でこちらが僕が持ったとしてこれぐらいのサイズ感ですね。でこちらの方もお値段 7,800 円に消費税になります。続いてこちらスニーカー1点ご紹介します。こちらオールスターの
こちらよく見ていただいたら分かると思うんですが、エナメルの素材になってます。かなり珍しいですね。で、白の色味になっていて、サイズの方がこちら6のサイズです。女性とかにすごいゴールデンサイズかなと思います。で、こちら、この箱に載せてるってことなので、もうデッドストックの状態です。もう一切履いた形跡も見られないですね。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になってます。箱付きです。続いてグラスを1点紹介します。こちらリーバイスのグラスになってますね。で、こちらの方にそのギャランティーチケットのプリントになってますね。で、こちらの方にもリーバイスマーク入ってます。で、そこの方はこういう感じの作りになってます。なんかウイスキーとかこれで飲んでもいいんじゃないですかね。こちらの方でお値段が 7,800 円に消費税になります。続いてパンツの紹介ですね。こちらアメリカ製の501になってます。タッチの方がこちらですね。ウエスト表記30のレングスが32になってます。でも赤タブもしっかり残ってます。で、こちら程度として見ていきたいのですが、また下全く問題ないですね。で、裾の方もこちらオリジナルの、レングスになってます。多少この裾擦れてる部分はあります。で、実寸のサイズの方がウエスト30のレングスの32、パッチ通りですね。僕だと気持ちレングスは長いんですが、履ける方は全然いらっしゃると思います。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税になります。続いてこちらが、60年代のミリタリーのチノパンになりますね。ジッパーの方はこちらにタロンが使われてます。で、中のタグの方はこちらになるんですが、ちょっと薄れちゃってます。サイズ表記はウエス33のレングスが31になりますね。で、こちらも程度として見ていきたいのですが、また下こちらは全く問題ないですね。ジッパーのところ多少擦れてるぐらいです。で、裾の方に関してもこちら特に問題ないかなと思います。全体的にところどころ汚れとかっていうのは多少見られるんですが、古着慣れしてる方は全然抵抗ないと思います。実寸のサイズの方が、ウエストがウエスト31インチのレングス30インチになってますね。僕がちょうどぴったりっていう感じのサイズになります。需要多いんじゃないですかね。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税になります。続いてこちらランチクラフトのデニムパンツですね。こちらのパッチになってます。で、ジッパーの方がこちら42タロンが使われてます。で、こちら程度としてこのトップボタンが変わっちゃってますね。で、プラス股下は特に問題はないんですが、その太もものあたりですね、右も左もその擦れてるっていう状態にはなります。で、裾に関してはオリジナルのレングスではあるんですが、結構な具合で擦れちゃっててっていう状態になってます。ただ色落ちすごいいい色になってますね。あとすいません、ちょっと見逃したんですけど、ポケットの入り口の方ですね、ちょっと生地が切れちゃってるっていう状態になってます。で、こちら裏面に関してもバックポケットの擦れとかっていうぐらいですね。またその分かなりお買い得ですね。こちら、実寸でウエスト36インチのレングスが29インチ、僕だと大きいですがこのサイズバランスすごいいいかなと思います。こちらの方でお値段が 12,800 円になってます。かなりお安いと思います。続いてこちらラングラーの 11MWZ ですね。タグの方はこちら中の方に斜めベルのプリントのタグになってます。サイズ3432の表記ですね。で、こちらジッパーの方はグリッパーのジッパーになってます。ざっくり60年代ぐらいのものですね。色味もすごい、ラングラー特有のすごいいい色に仕上がってます。で、こちらもまた下全く問題ないですね。で、裾に関してもこちらもオリジナルのレングスになってます。ちょっとした本当微妙な擦れぐらいはあるんですが、全然履ける状態です。で、縦打ちも綺麗に入ってるんですが、ところどころオイル汚れとかっていう感じで少しありますね。で、裏面に関しても雰囲気よく仕上がってます。こちらバックポケットなんですけど、こちらの方が1回外されてステッチをもう1回入れ直されてっていう状態になってますね。こちらサイズの方なんですけれども、実寸の方でウエストが34インチのレングス32インチになってます。その内タグの表記通りですね。僕だと気持ち
大きくて少し長い状態になりますが、その180センチ台、身長180センチ台の方とかにはすごいいいかなと思います。こちらお値段の方が49,800円に消費税になります。続いてリーバイスのヴィンテージのこちら505ですね。ジッパーの方はこちら42タロンが使われています。でこちら裏面パッチの方は欠損してるんですが、赤タブはスモール E シングルステッチになってて501でいう66前期と同じ年代ですね。でこちらもいい色に仕上がってるんですが、また下少しリペアが入ってます。でこちら裾の方に関してはオリジナルのものになってます。で嬉しいのは耳付きってところですね。裾多少擦れてるぐらいはあります。すごい縦落ち綺麗に入ってていい色かなと思います。で裏面に関してなんですが、こちらお尻の方ですね、ちょっとリペアが少し目立つ感じにはなってます。またそれ以外特に問題はないかなと思いますね。でサイズの方なんですけれども、ウエスト32インチのレングスも32インチになってます。この辺も僕だとちょっと大きいサイズにはなるんですが、プラス耳付きっていうところでやっぱ少ないですね。505のヴィンテージで耳付き、こちらかなりお求めやすいかなと思います。お値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらは501になります。こちらボタンフライですね。でパッチの方がこちらになってて、ウエストとレングスの表記がすいません、ちょっともう薄れちゃって読めない状態です。ただ赤タブはこちらビッグイのものですね。当然シングルステッチのものです。でこちらも状態として見ていきたいところなんですが、また下、少しリペアが入ってますね。で裾に関してはオリジナルのレングスです。当然耳付きですね。でこの以前折って履かれてたと思うんですが、その跡が少しついてるっていう状態です。ただこれも濃淡がはっきりしててすごいかっこいい色に仕上がってますね。で裏面に関してもこちら表とそんな遜色ないかなっていうぐらいの状態ですね。特に問題ないですね。綺麗な状態です。でサイズ感なんですけれども、こちらウエストの方が、34インチのレングス31インチになります。この辺も身長180センチ前後とかそれぐらいの方はいいかなと思います。お値段の方が69,800円に消費税になります。続いてこちらも501なんですが、こちら今日紹介する中で僕の一押しですね。こちらの方はパッチはついてない状態です。で赤タブの方がこちらビッグイ綺麗に残ってます。こちらも当然シングルステッチですね。でこれに関してはもうめちゃくちゃいい色だと思うんですよ。この膝周辺すごい綺麗に押してて、さっきのものよりも濃淡がもうめちゃくちゃはっきりついてます。かなりかっこいいですね。でこちらに関してもまた下少しリペアが入ってます。この辺とかもですね。で裾に関してはこちら、レングス自体はオリジナルなんですが、そのステッチが入れ直されてるっていうものにはなってます。当然耳付きです。ただそんなにね、そのレングス元々のものなのでそんな違和感は出てないかなと思います。プラスちょっと擦れてリペアがっていう状態になってます。でこちら裏面に関してももうすごい色ですね。もうこの蜂の巣、なかなかこういうの出てこないですよ本当に。めちゃくちゃおすすめです。しかもサイズのバランスもめちゃくちゃいいんですよね。ウエストが32インチのレングス29インチになってます。僕でも全然履けますし、この辺履ける方本当多いと思います。こちらの方でお値段が79,800円に消費税になります。最後にこちらミリタリーから、アーミーワッキーの紹介します。こちらタグはついてない状態になります。また年代でいうと30年代とか40年代、40年代入ったとしても本当前半の方だと思います。ウールの状態としてはそこまでそのなんかひどいダメージってのは特にないんですが、このポケットの付け根のところにリペアがあってっていう状態になりますね。あとこのボタン第3ボタンですねの方がこちら1点変わってるっていう状態になります。プラス袖口の方が少し擦れてるっていう状態なんですよね。またこれだけ年代の古いものでもう素材もウールってなってくると若
干はしょうがないのかなって思ってしまう部分はあるんですが、特に背中に関しては綺麗な状態かなと思います。でサイズ感で言うとなんですけど、これってアーミーマッキーノって結構小さいものばっかりなんですよね。これに関してはサイズが38から40ぐらいなサイズ感かと思います。僕でも着用できるっていうぐらいのサイズ感ですね。本当見てきた中で34とか36ぐらいばっかりだったんで、この辺はかなりいいかなと思います。お値段の方が15万8000円に消費税になります。本日の商品紹介は以上になります。ベルベ人の方ではスタッフ募集を行っております。やる気のある方大歓迎です。履歴書をご持参いただくか郵送していただければと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。